昔、ある国のお妃様が窓の外の雪を眺めながら、雪のような肌とリンゴのような唇の女の子が欲しいなと思いました。それから間もなく、願い通りの赤ちゃんが生まれ、白雪姫と名付けられました。ところがお妃は重い病気で死んでしまったのです。やがて2番目のお妃が来ましたが、このお妃は自分が世界で一番美しいと思っていたのです。みんなも知っている通り、今年もまたこの学校の創立記念日が近づいてきましたね。そこでいつもの通り記念日の催し物として学芸会を開くことにこのクラスでは白雪姫をやります。そこで主役の白雪姫の役をみんなに決めてもらいたいんだが、どんな方法がいいだろうね。はい、先生。白雪姫はこの世で一番美しいお姫様なんですから、選ばれるのは一番美しい人がいいと思います。そんな女の子いるの？私がそうよ。ブーちゃんが美人なら、このクラスの女の子は全部白雪姫だよ。他に意見のある人は？はい、先生。大事な劇の主役なんですから、誰にでもできるもんじゃないと思います。才能がある人がやるべきだと思います。その才能を持った子って一体誰のことだい、ニタコくん。私です。私には才能があるってママが言ってます。厚かましい。黙ってらっしゃいよ。君のママがなんて言ってるの？私をスターの卵だって言ってます。私はピアノにダンスに歌、その他10人もの家庭教師について勉強しています。先生も私のこと天才少女だって。わかった？だから当然主役の白雪姫は私じゃなきゃダメなの。そんなのダメよ。他にも白雪姫になりたい人がいるかもしれないわ。先生、ひとみちゃんの言う通りです。みんなで投票して決めたらいいと思います。それはいい考えだね。どうだい？賛成！それでは次の授業が始まるまで自分の選ぶ人を考えておきなさい。ねえ、あんたたち、ちょっと話があるの。何の話さ？ねえ、誰に投票するかもう決めた？今考えてるところさ。かっこいいプラモデル欲しくない？プラモデル？それ欲しいよな。あ、これをあげてもいいわ。ただし条件があるのよ。白雪姫には私を投票するの。そしたらこれあんたたちにあげるわ。本当にくれるんだな。もちろん。でもニタコくんいけないよ。そんなことしちゃずるいよ。これ欲しくないの？いらないよ。そんなことすると先生に叱られるよ。あんた先生に告げ口する気ね。静かに。ねえ、ゆきおちゃん、あんた私と友達だったわよね。もちろん私に投票してくれるんでしょ？それとこれとは別だよ。あらま、かわいそう。でも花壇がめちゃめちゃね。ゆきおちゃんが私のこと先生に言いつけたら、私もゆきおちゃんが花壇踏んづけたこと先生に言うわよ。みんな誰に投票するか決めましたか？それではみんなにこの投票用紙を渡すから選んだ人の名前を書いてください。それではこれから開票します。ひとみくんとメガネくん、君たちは黒板に記録してください。白雪姫の役から始めますよ。ニタコくん。次もニタコくん。次はメルモくん。次もメルモくん。ニタコくん。次はメルモくん。ニタコくん。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 メルモくん。メルモくん。ニタコくん。ニタコくん、メルモくん。さて結果の方はどうかね？メルモさんとニタコさん、2人とも同数です。ほほう、同数ね。これはまた困ったことになったな。先生。なんだね、メルモくん。白雪姫の役ニタコさんがやりたいって言うんでしたら、私他の役でも。
ユキオくんじゃないか。どこにいたんだ？その足はどうしたんだね。ユキオくん。くじいたんで保健室に行ってたんです。大丈夫なのか？大したことないです。そうか。だったらちょうどよかった。君も投票しなさい。白雪姫の役を今決めてるとこなんだよ。さて、誰に投票？お？メルモくん。先生、うちの子に聞いたんですけど、今度の学芸会でうちの子は主役に選ばれなかったとかで。そうなんですよ。生徒の投票でメルモ君に決まりました。そりゃなんかの間違いですわ、先生。きっと投票のやり方が間違ってるんじゃないかしら。ニタコ君にもまたチャンスがあります。いいえ、またはないんです。先生、私はあの子をスターにするためにあらゆる犠牲を払ってまいりましたの。親には誰も欲目というものがございますけど、うちの子はそりゃあよくできた子で、ゆくゆくは芸能界に進ませようと思っております。主人はいつも娘に人の先頭に立てと言っておりますし、主役にしてやらないとあの子の意志がくじけますです。せっかくですがお母さん、一人の生徒のわがままを通しますと他の生徒の心にも影響してきますからね。先生、わがままじゃないんです。まあそう固いことおっしゃらずに、これお納めください。何ですか？こんなことなすっちゃいけません。それにニタコ君には女王の役をしてもらうことになったんです。それでご満足いただけないんですか？どうしても主役はいただけないんですね。わかりました。お邪魔様。ちょっと待ちなさい、メルモ。ずうずうしいってあんたほどずうずうしい子いないわね。どうして？どう見たって白雪姫って柄じゃないわよ。私、練習して上手にやってみせるわ。何さ生意気ね。あんたの家で誰かお芝居を見に来てくれる人がいるとでも言うの？メルモ。いるわよ。へえ、誰が？ママよ。ママが来るわ。ママが？だってママいないじゃないのよ。メルモの嘘つき。嘘じゃないわ。あらそう。じゃあこうしないメルモ。もし本当にあなたのママが来たら、私あなたを白雪姫と認めてあげるわ。いいこと？もし来なかった時は白雪姫は私のものよ。いいわ。死んじゃった人がどうやって来るのかしらね。もしかしたら足がないんじゃないかしら。ママ、私白雪姫の役やれるかもしれないわよ。まあそれは素敵な話ね。それじゃすぐ白雪姫の衣装を揃えなさい。上手にやるのよ。ビデオで撮るわ。前の方空いてるかしら。お前さんこう言いたいんじゃろう。わしがチビじゃから前に出なければ舞台が見えんじゃろうと。違うわよ。メルも白雪姫になったの。よく見てほしいのよ。どなたか知らんがわしの鼻の穴ばかり映してそんなに面白いですかな。おやま、あなたの方が私が映してる方へ。メルモ、あんた確かママを連れてくるって言ったわね。どうしたのよ。どこにいるの？来てるわ、そこに。そこってどこよ？じゃあ呼んでくるわ。逃げる気ね。あら、飲みすぎたわ。いけない、私。メルモちゃん遅いですわね。家へ帰ったのかしら。ちくしょう、わしの1年分引っこ抜きおったな。
私メルモの母でございますの。はじめまして。うちの子がいつもお世話になっております。ご災難があったと伺いましたが。ええ、大したことはございませんの。それはよかったですわ。もう行くわ、着替えがあるの。次は4年 A 組のコーラスです。うまくいったな。ばあさん目を白黒していた。あれは確かにメルモの母親だったわ。でも何かおかしいわね。こりゃちょっと調べてみないと。白雪姫は次だから見ててね、先生。ああ、見とるよ。本当にママがいてくれたらどんなに嬉しいか。でも無理だわ。変ね。あの子こんなところにキャンディーなんか隠して時々しゃぶってたんだね。やらこ。うるさいね。静かにするんだよ。どこ行ってたの？ノロノロしてると間に合わないわよ。グーズね。まあひどいわ。いつ破けたのかしら。さあね、いつ破けたのかしら。みっともないわ。スカートなしで出る？縫うわ。あなたのママに縫ってもらったらいいんじゃない？私、自分でやるわ。何グズグズしてんの？間に合わないじゃないの。どうしたのメルモさん。ほっときなさいよ。すぐ始まるわよ。私が縫ってあげるわ。私も手伝ってあげる。ありがとう。ありがとう。ただいまから3年 B 組によります白雪姫を上演いたします。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰じゃ？それは白雪。それは白いでございます。何、白雪姫？そんなはずは。己白雪姫。白雪姫はどこ？はい。白雪姫、さっさと掃除をし。はい。次は洗濯をやり。はい。もっと力を入れて洗うのよ。さ、これを干しといで。終わったら台所のお皿を洗い。はい。ピカピカに磨くのよ。さっさと。白雪姫、白雪姫、白雪姫、やめて。ニタコさんひどいわ。本気でぶつんだもん。じゃあ聞くけどね、あなたと私とどっちが綺麗？どっちが美しいと思う？それは女王様の方が。嘘よ。心の中で自分の方が綺麗だと思ってるんでしょ。いいわ。どっちが美しいか裁判で決めるわ。これから世の中で一番美しいものを決める裁判を行う。この裁判で負けた方はすぐに死刑にされる。では選ぶがよい。この世の中で一番美しいのはこの私か白雪姫か。女王様。よろしい、私の勝ちね。白雪姫を死刑に押し、楽屋へ連れてって服を脱がしておしまい。さてと、白雪姫がいなくなったから私が2代目白雪姫になるけど、みんなどう？決まりね。今から私が白雪姫よ。なんてひどい劇じゃ。女王が白雪姫を襲名するなんて聞いたことがない。ニタコ君、こんなこと台本にはない。先生、舞台に上がってきちゃダメよ。誰がこんな風に変えちまったの？私のママよ。だってメルモったらろくに白雪姫の役やれないんだもん。バカなこと言っちゃいけないよ。筋はちゃんと通してやんなくっちゃ。君は女王、メルモが白雪姫。いいかい？そう？じゃあいいわ。なあ、こんな森の中で白雪姫を殺すなんてかわいそうやおまへんか。命を助けてあげようか。でも女王様に殺したという証拠を見せなくちゃ。じゃあ服でも持っていこう。それそれ、ほら言うこと聞け。やめて。もうやだ。お洋服返してよ。こんなの白雪姫じゃないわ。おいおい、また筋が変わっちゃったじゃないか。私のママが決めたのよ。また君のママか。いつ変えたんだ？さっきです。ニタコのやりやすいように変えたのよ。困りますね。いくら不敬でもそんな勝手なことをされちゃ劇がめちゃめちゃになりますよ。子供に一番やりやすくしてやるのが親の務めでしょ。
お母さん、ここは学校ですよ。一人のわがままを許すわけにはいきません。そう、そんなら元に戻せばいいんでしょ。ニタコ、白雪姫を返しておやり。こりゃ学校劇じゃない、嫌がらせの見せ物じゃ。腹が立つけしからん。とうとう私一人ぼっちになってしまったわ。もう二度とあのお城へは帰れないのね。私の大好きなママ、綺麗な優しいママ、温かく柔らかい手で私を抱いてくれたわね。ママは世界一のママだったわ。でももうあの空のずっと遠くから私を見ているだけね。私にはね、一つだけ夢があるのよ。それは私が大人になった時、ママみたいに世界一のママと言われることなの。ママ、見ててね。どんなに辛くても頑張るわ。一人ぼっちでも泣きません。強い子になります。そうじゃ、メルもよくわかっているよ。白雪姫だ。こんにちは。僕たちの家にいらっしゃい。ここで隠れてらっしゃい。女王などに見つかりません。みんな楽しく暮らしましょう。僕たち森の妖精です。僕たちはあなたの味方です。どうしたの？震えたりして。おしっこ。僕もおしっこ。ダメでしょ。出る前にちゃんとおしっこくらいしておかないと。だってさっきジュースをいっぱい飲まされたんだもん。誰に？ニタコのママに。ごめんくださいあし。あら、変だわ。まだリンゴ売りのおばあさんが出てくるのは早いのに。こんなのないわよ。進め。やめてください。なんだこんなところで。ここは学校ですよ、学校。どうでしょう、あの無様なお芝居。数字も何にもありゃしない。黙らっしゃい。幕を下ろせ、幕だ。一体どういうことなんですか、これは。それはこっちが聞きたいやね。ここは仮装大会の会場って書いてあるんだもんな。なんだって。こんなもの誰が貼った。いたずらにも程があるぞ。けしからん、実にけしからん。メルモさん、メルモさん、あなたに内緒でお話があります。これあなたのでしょ。あなたの靴箱の中で見つけましたよ。不思議なキャンディーを持っているのね。アヒルに食べさせたら卵になってしまいましたよ。アヒルに返してください、おばさん。返して。そうよね。このキャンディーを返してほしいわよね。私のお願いを聞いてくれるかしら。聞きます。じゃあこれはどういう力を持っているの？赤いのを食べると10年若返って、青いのを食べると10年年を取るの。まあ素晴らしい。私はね、早くニタコを大人のスターにしたいのよ。食べればすぐに大人になれるんですよね。青いのを食べればなれます。それじゃあニタコにこのキャンディーを食べさせるわ。それからあなたは今すぐ白雪姫の役を降りなさい。お腹が痛いとか言ってね。そうすればキャンディーは後で返してあげるわ。おばさん。それまでこれはお預けよ。鏡よ鏡、世の中で一番美しいのはそれは白雪姫。森の中で暮らしている白雪姫。誰？白雪姫だと？白雪姫は生きているのか？おのれ、見てるがいい。見つけ出して私がきっと思い知らせてやる。そうだわ、魔法の薬で醜い老婆に姿を変え探しに行こう。ニタコ、いいお話があるのよ。ママダメよ、お芝居中よ。メルモがね。困りますよ、お母さん。こんなところまで来ては。だって私。とにかく客席に戻って。まあママったら、これ新しい喉のお薬かしら。私の体が。あれニタコさんじゃないみたい。本当のおばあさんだわ。本当だわ。
顔が私の顔が思った通りだ。まったく。さあメルもキャンディーをやれ。これであの子も懲りたろう。先生、その人をわしに任せてください。僕は何が何だか。女王様、しっかりして。私が直してあげるわ。さあ、早くこれを飲んで。ありがとうメルも。なんてことだ。女王が白雪姫と仲直りだなんてもう僕は知らん。奥さん、あんたは間違っとる。あんたは自分のお子さんのことを本当に考えて育てているのかね。メルモを見なさい。親がいなくとも朗らかに強く明るく生きていこうとしている。それに引き換えあんたは自分の子供を甘やかせわがままにしてしまった。それがあの子をどんなに不幸にしているのか分かっているのかね。私が間違っておりました。白雪姫は王子様の助けも借りず、どんな辛いことも我慢して苦しみに勝ちました。なんだか白雪姫のお話と違う。だって本当の白雪姫はみんなに甘えてばかりいる弱虫みたいでしょ。動物のお母さんは決して子供を甘やかしたりしません。厳しくしつけて強い子に育てます。皆さんも甘えてばかりいないで、自分で苦しみを乗り越えて強い子になってね。